いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。釣りは実際の釣り場からではなく自宅での準備段階から始まってますよね。今回はフライフィッシングの始め方、釣りに行く前の準備編と題して、あらかじめリールにラインを巻いておく方法を解説いたします。今回、糸の結び方をすべてパワーポイントで作ってみました。わかりやすかったよ。もう少しこうした方がいいかも。などございましたらコメントいただけましたら嬉しいです。今回の目次です。リールを巻く方向を確認する。リールにバッキングラインを巻く。バッキングラインにフライラインを結ぶ。フライラインにリーダーを結ぶ。それではこの4つについて解説いたします。まずは用意したタックルを正しく組み合わせていきましょう。その中でも釣りというと糸の結び方、英語でノットと言いますが、難しいというイメージがありますが、釣りの現場で必要なノットはたった2つです。リールなど家でできる分は事前に準備しておけば大丈夫です。それでは順番に見ていきましょう。リールを巻く方向を確認する。ラインを巻いていく前にリールを巻く向きが左右どちらになっているのかを最初に確認します。リールのドラグノブ、ブレーキの強さを調整するノブを少し回して、ブレーキがかかるようにして、ブレーキのかかる回転方向を確認します。ハンドルを手前にして、矢印の方向にスムースに回る場合は、右手巻きとなり、ラインを巻き取るときは、右手でリールを回します。この場合は、ロッドに対してリールのハンドルが右側に来るように取り付けます。逆の場合は、左手巻きになります。ほとんどのリールは好みに応じて左右の巻きの交換が可能です。どちらにするかは好みですが、最初は右巻きに設定されている場合が多いです。リールにバッキングラインを巻く。リールのキャパシティに合った長さのバッキングラインを巻いていきます。フライリールには、例えば WF4F プラス 70M 20LB といったように巻き量の目安があります。この場合は、フライラインがウェイトフォワードの4番の場合に、20ポンドのバッキングラインが70メートル入るという意味になります。これはあくまで目安ですので、フライラインを巻いた後、少し過不足があれば、適切なバッキング量になるように調整しましょう。バッキングラインをリールの軸に回します。2本を重ね、短い方の端で輪を作ります。作った輪の中に4回程度くぐらせます。そのまま締め込んでいき、抜けないことを確認したら余りをカットします。長い方を引っ張ると結び目が移動するので、リールの軸まで移動させます。引っ張って抜けないことを確認します。残りのバッキングラインはテンションをかけながらリールに均等に巻き込んでおきます。バッキングラインにフライラインを結ぶ。フライラインをパッケージから取り出し、フライラインの後端を探します。新品のフライラインには This End to Reel というシールがついているものもありますので、開封後に確認しておきましょう。フライラインの後端を 2cm から 3cm 二つ折りにして輪を作ります。できた輪の中にバッキングラインの先端を通します。図のように左手の親指と人差し指で押さえます。バッキングラインの先端は輪から 10cm 程度出しておきます。指で押さえたまま逆の右手でバッキングラインの先端を4回ほど回していきます。この時、左手の押さえている指は離さず、押さえながら巻いていきます。最後は最初に作ったフライラインの輪の中へ通します。ここでもまだ押さえている指は離しません。バッキングラインの両端を引っ張り、きれいに締めていきます。ある程度締まるまで押さえている指は離さずに、2本の指の腹の中で締めていくようにするとうまくいきます。左右に引っ張って抜けないことを確認したら余分をカットします。フライラインはテンションをかけながらリールに均等に巻き込んでおきます。フライラインをすべて巻き込んだ段階でリールの回転が引っかかるほど容量いっぱいになっている場合は、バッキングラインをカットして減らして調整します。容量いっぱいに巻いてしまうと
絡んだりするライントラブルの原因になりますので、おおよそのリールのキャパシティの 90% 程度に収まるようにしましょう。フライラインにリーダーを結ぶ。リーダーをパッケージから取り出します。そのまま引っ張ると絡まってしまうので、中に指を入れてテンションをかけておき、よりつけてある後端、太い方を何回か戻すとパラッとほどけます。それぞれ巻き癖がついている場合は軽く引っ張ると癖が取れます。最近ではフライラインの先端がループ状に加工されたものもあります。この場合はリーダーの後端とループトゥーループという方法でつないでいきます。リーダーの後端、リーダーの太い側はループ状にはなっていないので、こちら側にもループを作ります。まずは 10cm 程度折り返します。折り目のところを癖をつけてあげると、この次の手順がやりやすくなります。普段よく使用する肩結びで構いません。ループの直径は 2cm から 3cm 程度あれば十分です。そのまま結び目を締め込んでいき、引っ張っても抜けないことを確認したら余りをカットします。これでリーダー側の準備は完了です。リーダーの後端ループの中にフライラインの先端ループを差し込みます。逆にフライラインのループの中にリーダーの後端ループを差し込んでしまうと正しい接続ができませんので注意してください。リーダーの先端側をフライラインの先端ループの中に通していきます。リーダーがすべてループの中を通ったらゆっくりと引っ張っていきます。このような状態になっていれば完成です。フライラインの先端がループ状になっていない場合、リーダーの後端、太い方をフライラインの先端に重ねてリーダーで輪を作ります。作った輪の中にフライラインごと巻きながら4回通します。リーダーを引っ張り、輪をきれいに締めていきます。慣れてくるとフライラインの先端に近い位置で止められるようになり、フライラインを短くせずに積みます。リーダーがフライラインに食い込んで引っ張っても抜けないことを確認したら余りをカットします。フライラインとリーダーを結ぶ便利な道具を使用する方法もあります。だんだんと慣れてきたら使ってみてもいいかもしれません。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。